こんにちは、八雲太郎です。ただいま、みなとみらいの駅に到着しまして、これから東京現代を見に行こうと思っております。久しぶりに来ました。どうですか横浜。今日は7月7日なので、昨日すでに VIP は始まっているんですけれども、昨日来れなかったんで、今日これからどんな様子なのかチェックしたいと思ってます。さて、東京現代入り口にやってまいりました。アートフェア東京に対抗するじゃないですけれども、新しいアートフェアですけれども、出展ギャラリーなどは概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックをしてみてください。それでは早速行ってみたいと思います。ありがとうございます。では2名様どうぞ。はい、ありがとうございます。お荷物なんですけども前掛けでお願いいたします。とりあえず入りました。さあ、まずはマップでも見ましょうかね。基本全部英語で書かれてるところがいいですね、やっぱり。さあ、じゃあ中に入りましょう。まずは巨大さくらんぼ。お、なんかプラグがありますね。なんだろう、電源じゃないかな、音声かな。あ、フロアマップをいただきました。遊び心満点の。開場して間もないので入り口付近に人が結構固まってるんで、奥から行こうかなっていう感じです。ざっくり見ながら歩いて行ってみましょう。僕の大好きなギャラリーです。台北の団体でも見てました。うわあ、台北の時と全然雰囲気違うな。さて、ここからは音声を後入れで僕も動画を見ながらあれこれとお話をしていこうと思っておりますけれども、ここはザ・ホールギャラリー。ニューヨークと LA にあるギャラリーで、この前の台北団体で見てすごく気に入ったギャラリーです。先日の初日6日の VIP のプレビューはすごい盛り上がってましたね。平日の午前中の方が空いてるかなと思ったら案の定動画は撮りやすかったですけれども、こちらはオーバーザインフルエンスギャラリー、香港、LA、バンコク、パリと展開をしているギャラリーですけれども、すべてインベーダーの作品で統一されてました。こちらのギャラリーはディオ・ホリアというギリシャ、アテネのギャラリーですね。この作品は全部油絵で描いてるんだよなんていう話をしてましたね。さあ、じゃあこの東京現代というアートフェアは一体何なのかというですね、アートフェア東京とは何が違うのかというような、概要を一回知っとこうと思いますけれども、まずこのフェアを企画しているのはアートアッセンブリという会社というかそういう団体なんですけれども、そこのマグナス・レンフリューという方がいらっしゃいまして、その人が主導でこういうフェアをいろいろ世界で結構始めているんですけれども、例えば台北団体とかアートシンガポール、いわゆるアート SG っていうやつですね。そういうのを企画してたりするところが同じ系列というか同じ会社がそのアートアッセンブリーというところが中心でこの東京現代を始めたというところがまずありますね。そういうのもあって、このブースの作りとか通路の広さとかそういったものがすごい海外的というか、海外で当たり前になっているような、すごくベーシックなザ・アートフェアというような作りになっていて、会場はすごく広いように見えるんですけれども、すごく見やすくて、実はすごいコンパクトなフェアになっていて、個人的にはすごくやっとこういうフェアが日本でも開催されたなというような気持ちは少しありました。そしてここはマキギャラリーさんですね。そしてこちらが鎌倉画廊さんですけれども、インパクトありましたね。リユハンのこの蝶番で2つ屏風みたいに作られたコレスポンデンスの作品、1997年でありましたね。裏までがっつり見せていただけましたけれども、97年のアートフェアに出ましたというシールもついていて、超レアな作品が飾られていました。
で、先ほどのこの東京現代の概要の話の続きなんですけれども、これはですね、結構アート界隈の人では、伝説になってるんですけれども、昔アートステージシンガポールというのがあったんですよ。何回かここのチャンネルでも話をしてるんですけれども、アートステージ大阪というのが新しく始まりましたけれども、その前にですね、アートステージシンガポールというのがありまして、何年ぐらい前だったかな、確か1月とか2月にいつも毎年開催してる結構大きい伝統的なフェアだったんですけれども、それがですね、ある日突然、直前で、ほんと12月の末ぐらいにですね、急にもうできません、中止です、みたいな感じになってしまって、作品を送ってるけど、みたいな、お金も全部払ってますけど、みたいな、結構事件があったんですね。で、そのアートステージシンガポールというのが、まさかのですね、飛んでしまって、ちょうど今そこでインタビューを受けているスキンヘッドの男性、彼がマグナス・レンフリューさんですね。はい。アートフェアが開催できないっていうことになって。で、大きいフェアがシンガポールからなくなってしまって、どうするアートフェア、どうするシンガポールみたいになったんですね。どうする家康じゃないですけど、さあどうするってなった時に、アートアッセンブリーがですね、アート SG というのをドーンってそこにぶっ込んできたわけですね。そういう経歴があるというので、今回はこの東京にも、東京といってもパシフィコ横浜なんで、東京ディズニーランドが千葉じゃないかみたいなね。そんなたわいもない議論はいいとして、この東京現代はですね、パシフィコ横浜。ぶっちゃけ遠いです。来年やるんだったら、有明でぜひやっていただきたいと。会場は良かったですね。確かにこの、本当にアートフェアっていうね、感じがしてましたけど、そういえば今思えばね、台北団体も、東の方なんだけど、南港って南のね、港って書くとこでやってたり、今回のこのパシフィコ横浜も同じような距離感だったなっていうね。もうちょっと向こうの台北の方が近かったけど、わざとちょっと離れたところでやろうとしてるのか、その方が安いのかよくわからないですけれども、相変わらずの鉄のコンクリの足が痛くなる床ではあって、そこもお約束というか、そこもやっぱ海外のスタンダードなのかなと思いましたけれども、ちょっと来年は有明とかでやっていただけるとね、ありがたいですけれども。さあ、だから今年はこの東京現代がですね、1回目ということで、メガギャラリーというギャラリーも戦線離脱をするという。そうなると、やっぱりちょっと、気合がというか、フェア全体の重みというか、その雰囲気がですね、欠けてしまうというかですね、そういうのもあったりとかして、日本のギャラリーさんはすごい盛り上がってましたよね。やっぱりそこは地元なんで、当然なんですけれども、作品も売れてるという話を聞きました。ただやっぱりこの海外勢のブースがやっぱり多かったですから、で、僕はね、特にこの前、台北団体を見てきてるんで、ギャラリーもやっぱり似たようなギャラリーさんが集まってる。ただやっぱり団体で見てた時よりも、やっぱ作品とかもすっごい全然雰囲気違うし、日本のマーケットに合わせているのか、ガチの本気のというかですね、値段帯もやっぱりちょっと気にして持ってきているのかなという印象がありましたね。例えばその台北団体とアート台北っていうのがあるんですけれども、よくアート台北の方が結構ごちゃごちゃ感があって面白かったみたいな話を日本の人は言うんですけれども、それってこの東京現代とアートフェア東京の比較みたいなのにちょっと似てるかなって。アートフェア東京ってすごい骨董とかもあったりすごいごちゃごちゃになってる。あれが日本人的な特殊な文化というかそういうものなのかなっていう気もしましたね。ただやっぱりこれは思うのは、こっちの方がグローバルスタンダードに近い作品というか作風だったりとかトレンドだったりするなというのは思いましたね。これは必ず海外行くと思うんですけれども、それをここでもやっぱり思いましたね。
それとアーティストとかギャラリーっていうのは常に世界を目指して海外へ、ワールドなマーケットへという意識がものすごい強く外向きになっているとは思うんですけれども、僕もその欧米のシーンというか、ギャラリーとかアーティストっていうのをすごい詳しいわけではないですけれども、多くの方が結構興味ないよねっていう。その海外のプライマリーとかギャラリーの活動とかそういうアーティストのところまでなんか興味があまりいってないんじゃないかなというですね。ただそうなるとやっぱりこれアートフェアっていうのはビジネスなんで、海外のギャラリーが全然売れてなかったとしたら、そもそも来年の開催も危ういというか、売れないところにギャラリーもリスクを払って、すごいお金をかけてやっぱりブースとか旅費とかかかって出てきてますんで、そこがね、やっぱり一番の課題じゃないかなという気がしています。ということで、東京現代1日回ってみました。楽しんでいただけましたでしょうか。ご覧いただきましてありがとうございました。さようなら。また見てください。